クラゲを入れる桶を乗せて燃料を入れてます。今回は同級生の友達の船にお世話になりました。クラゲのさばき方は動画の7分17秒くらいに、クラゲの美味しい食べ方は動画の9分くらいに紹介しています。うちの船は船底塗料を塗り終わりました。熊本との県境の三池港あたりまで行ってみます。今は干潮を少し過ぎたくらいですが、満潮になると深さの境界線がわからなくなるので、竹のところが深さの境界線になってます。干潮くらいは海も浅いところがあるので、スクリューを上げて進みます。クラゲ漁をする現場付近まで来ました。船が集まってきてますね。これがクラゲ網です。まずイカリを2本入れます。2本にしないとイカリが低そうです。片方に重りをつけながら200メートルの網を張っていきます。潮の流れでクラゲが泳いできます。網にかかったクラゲは潮の流れで船の方に寄ってきます。船の近くにクラゲが来たら網ですくって取っていきます。ということで、まず1個目のイカリ投入。続いて2個目のイカリ投入。これはイカリ綱がここにあるよって目印の部位です。つまり船はここを通らないでねの目印です。イカリが引いてないのを確認したら網を張るまで少し待ってみます。網を流していきますが、この浮きがある方が水面側になります。反対側は重り側、海底側になります。網は乾いて少し固まっているので水をかけてほぐしていきます。こんな感じで200メートルの網を張っていきます。木の枝とかが引っかかってるととても取りにくいです。大潮や小潮、風向きや風の強さで網の張り方は違うみたいです。もうすぐ200メートルの網張り終わります。網を船に3点止めして設置完了です。クラゲが来るまで少し待ってみます。早速クラゲが流れてきました。30年ぶりくらいにクラゲすくってみました。おう、でかかね。自分みたいにクラゲは素手で扱わないでくださいね。思いっきりやけどみたいになりますよ。1匹20キロから40キロってところでしょうか。上げ方をちゃんとしないと自分は腰を痛めそうです。傘の部分と足とを分けます。実はクラゲは足の方が価値があるんですよ。傘の部分は自分たちで食べるようにもらいました。
しばらくクラゲが来なくなったと思ったら、その前の梅雨の大雨の漂流物が流れてきました。足で浮きを沈めて漂流物を流します。しばらくしたらクラゲが来なくなったので、網を逆張りにしました。そしたらクラゲが団体さまで来ました。仮説か。クラゲがあまりにもかかりすぎると重みで網が壊れるそうです。うわー、溜まっとんね。動画撮影する間もないくらいの団体様でした。そしたらまた大量のゴミが。ゴミを取って張り直しです。小魚がずっとうろうろしてました。この時は月が半月だったので、若干小潮でクラゲが網に大量に入ってても潮の流れがなくて船に寄ってこなくて、クラゲが逃げちゃったので、これで終わりになりました。クラゲと一緒にカニを2匹捕まえました。でっかいタイやサメもかかるそうです。怒りや点滅部位を上げて帰ります。まだ残ってる船も多いみたいですね。クラゲの傘の部分だけ12タルもらってきました。クラゲをさばく動画ってなかなかないと思うので、永久保存版としてクラゲのさばき方を倍速ノーカットでお送りします。ちなみにこのクラゲは有明備前クラゲって分類されるらしく、赤みがかったクラゲで、こっちでは通称赤クラゲって呼ばれてます。食用クラゲとしてはとても品質がいいらしく、自分たちは昔から夏の食べ物として当たり前のように食卓に並んでました。食べ方はおろし生姜に醤油だったり、だしポン酢にもみじおろしだったり、子供たちはお好み焼きのようにソースにマヨネーズ、それに鰹節をかけたりもするそうです。食べるようにするために塩とみょうばんを、うちでは塩7、みょうばん1の配合でクラゲをつけます。よーくかき混ぜて、つける前にまたよーく洗います。そのままざるで水分を切って、さっきの塩みょうばんを混ぜます。この作業をまた明日、そして3日後に同じように塩みょうばんをつけます。うちではこの作業をあと1回するかどうかで、合計で 3,4 回塩みょうばんします。最終的に樽2つ半になるまで縮みました。このくらいの大きさに切っていきます。切った後はうちでは地下水があるので2時間くらい水で洗い流します。ほとんどの方は水道水のところが多いと思うので、定期的に水を入れ替えて少し食べてみて、塩分がなくなれば OK です。おすすめの味付けは白だしと味ぽんを1対1で割るだけです。手軽におろし生姜に醤油でも美味しいです。大葉を置いて彩りよくして、さっき切ったクラゲをその上に乗せていきます。さっき調合しただしポン酢をかけて、もみじおろしを添えて、だしポン酢クラゲ完成です。近所の飲食店に似た味だと思います。